こんにちは、テオテックです。今回は RTX4090 のグラフィックボード ZOTAC AMP エクストリームエアロを開封してパソコンに組み込んでいきます。早速開封から始めましょう。フラッグシップカードだけあって凝ったパッケージになっています。付属品を順に見ていきます。銀色のパッケージに入っているのはマニュアル類。ZOTACのマスコットキャラクターストームくんのカード付きです。カードを支えるサポートスタンドに新しい 12V コネクタの変換ケーブル、そして RGB 出力ケーブルです。最後はグラフィックカード本体。大きいと言われる4090の中でも一段と大きいサイズで3090が小さく見えるほどです。ここまで大きくなった理由はグラフィックボードでは最大級の11センチのトリプルファンを搭載しているため、確認した限りでは11センチのファンを使っているのは ZOTAC と Gigabyte の2社で、大きなファンで静かに風量を稼ぐ構造になっています。2.5 スロットのヒートシンクはファンに合わせて幅広で、電源コネクタはヒートシンクより若干奥にあります。バックプレートも基板以上に分厚く頑丈で、フラッグシップカードにふさわしい出来です。もう一つの特徴が RGB ライティング。4090の中では一番綺麗に光るカードです。ファンの周囲に側面、大きなアーチ、バックプレートのロゴにバックプレートの裏まで、これでもかと LED が仕込んであります。発光を連動させるとまるでイルミネーションのようで、見せる PC を作る人にはぴったりです。さあ PC ケースに組み込んでいきましょう。今回換装するケースはコルセアの 5000D。 ミドルタワーとしては大きいケースなのでボードの長さは問題ありませんが、心配なのは奥行きの方です。 AMP エクストリームは幅広な上、電源ケーブルのためのスペースも必要になります。そして結局サイドパネルが閉まったのかというと、ギリギリなんとか閉まりました。ケーブルがサイドパネルに触れるか触れないかといったところで余裕はあまりありません。変換ケーブルを使う場合、拡張スロットから少なくとも7センチは余裕のあるケースを使った方がいいでしょう。ただし変換ケーブルを使わず電源から直接 12V コネクタが取れるなら、その方がはるかにいいです。組み込んで分かりましたが、4本の電源ケーブルを PC ケース内で這わせるのはかなりのスペースが必要です。今回はボトムに設置していたハードディスクを全て取り外してケーブルを収めるスペースを作る必要がありました。しかもスタンドがファンに触れない位置は電源コネクタに近いので、変換ケーブルをうまく収めるのも一苦労です。ただ苦労の結果得られたものは計り知れません。試しにベンチマークを取ってみたところ、3090から5割増しのスコアなのに温度はたった66度でした。唖然とするような凄まじい性能と冷却能力です。 VR チャットを試してみても3090より数段フレームレートが高く体感できる差異があります。さらにこれは気のせいではないと思いますが、アバターの表示に必要な時間も短く快適になっています。そしてライティングは唯一無二の存在感です。フラッグシップカードらしく所有欲を満たしてくれます。今のところ AMP エクストリームエアロは文句のつけどころのないグラフィックボードです。その他のベンチマークや付属ソフトウェアについては次の動画で投稿予定です。開封取り付け編の動画はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を。これまでの他の動画もぜひご覧ください。それではまた。